そしてですね、皆さん気になってると思うんですけども、マニュアルシフトでオートクルーズ、どういう感じなのかっていうのをちょっとやってみますね。まずここでスイッチ入れます。ピッ。まさたび。その辺からグーッときますね。じゃあ禁断の3。禁断の3で80キロが、これ多分シフトアップしなきゃいけないんで、まあね、言った通り僕はバイカーなんで、このくらいじゃビビらないかな。禁断の2速で加速してみましょうか。よし。2速80キロが、いきますよ。それではですね、高速道路インプレッションっていうんですかね、やってみたいと思います。ちょっと加速してみようかな。いや、すげえな。軽いですね、とりあえず。ただ今のでも僕は普段ね、バイクだったらドンっていっちゃうんだけど、3500回転ぐらいしか待ってないです。レッドゾーン7000ですからね。さあ合流します。なんかこう車幅の感じが見にくいとかっていうねレビューが多いけど、全然そんなことないし、あ、でもあれ今ちょっと90キロぐらい、結構室内騒音は来るね。これロードノイズだね。それではですね、 GR ヤリス、これはマイナーチェンジ前のモデルになります。高速インプレッションをやっていきたいと思います。僭越ではございますが、普段はバイカーに乗ってるマサチャンネルでございますよろしくお願いします。ですね、バイクの時もそうなんですけど、僕の感覚ではなくて事実をまずねしっかり伝えていこうと思いますので、6速ですね。今6速入ってます。6速で各スピードのエンジン回転数から伝えていきたいと思います。まずね、今80キロで走ってるので、80キロの6速回転数はぴったり2000回転です。でこのスピードでね感じるのはね、風切り音とかもほとんど感じないんですけど、逆にロードノイズがすごく大きく感じますね。90キロ90キロが2200回転。ここもあんま変わんない。風切り音も気にならないけど、逆にロードノイズがすごく聞こえます。では100キロ100キロが2500回転ですね。ここでね、意外なことに気になる音が右のミラーの風切り音です。不思議よね。左もすんのかな、わかんないけど右は結構聞こえます。でエンジン音はほとんど聞こえないので、やっぱロードノイズが一番気になるかな。ロードノイズ、そして右のミラーの風切り音が気になります。じゃあ110は2800回転。風切り音が気になるね。こんだけエンジン静かだとやっぱロードノイズなんだな。120、
3000ちょっと3100回転ぐらい。でこのスピードで感じるのはやっぱこう風切り音気になるな。このまま車線変更してみよう。おー、車線変更スムーズ。ロードノイズはね、タイヤでもこれノーマルタイヤだからタイヤやっぱり扁平がねかなり薄い40のタイヤが入ってるので、そういうこともあってロードノイズが結構大きく感じる可能性が高いですかね。で今ね100キロに戻ってきました。でね、意外なんですけど結構レスポンスのいいエンジンだとは思うんですけど、普段バイク乗ってるんでそんなにこうレスポンスの良さはそんな感じない。ターボ車だっていうのもあると思うんですけど、バイクほどのレスポンスの良さは感じないですね。それとアクセルオフの時のエンジンブレーキ非常に緩やかです。オートマみたい。もっとこうクーンって効くイメージだったんだけど全然効かないですね。これはむしろこうギクシャクした感じを与えないために、でちょっと下がザラザラしてるとロードノイズすごくないですか。今ちょっと話戻るんですけど、エンブレがきついってことはギクシャクするわけですよ、アクセルオンオフで。そういったのをうまくぼかしてるかなっていうふうに思いますね。そしてショートホイールベースなんですけど、多分4駆のおかげかワイドトレッドのおかげなのかどのおかげなのかわからないんですが、現在の技術なのかよくわかんないけど、とにかく直進安定性がバカいいです。すごくねホイールベースの長いセダンに乗ってるような直進安定性。これはねハンドルの遊びが少なくてカチッとしてるっていうのも原因としてはあるかもしれないですね。僕がいつも乗ってるのがダイハツウェイクなんで、ペノペノですよ、ペノペノで。割とこうね軽自動車の車幅なんでこう割とこうね蛇行しやすいっちゃしやすいんですけど、ガチッと決まりますね。これもすごいな。ではですね、今100キロで走ってます。このスピードでどんどんシフトダウンしていった時の回転数はどうかなというところをお伝えします。まず6速は先ほど言ったように2500回転。5速が3000回転ですね。4速3800回転。3速いっちゃう。3速せーの、よいしょ。お、エンジン音がやっと聞こえた。3000回転は5000回転ですね。2速は無理かな。80キロぐらいまでスピード1回落とそうか。この回転でもね4000回転ぐらいでもすごく緩やか。2速の80キロが6000回転、90キロが6500回転、6600回転、100キロは無理か。100キロはねちょっともう90キロちょっとでレッドゾーン入っちゃったんで1枚やめましたけど、そのくらいのね回転数っていうことで、100キロの時点で2500回転ですから、これがね結構回ってると長距離行くと疲れるけど、エンジン音も聞こえないしロードノイズは気になるけどと風切りも気になるけど、疲れるってことはほぼほぼないかなと思いますね。風切り音はなんかどうにかして良くならないのかねこれね。タイヤももしかしたらもうちょっとハイグレードのタイヤに変えたら、ハイグレードのタイヤ、これってハイグレードのタイヤ履いてますよね。変わるのかな。レグノとかそういうのに変えたらもしかしたら変わる可能性もありますね。ではせっかくなんで加速してみましょう。
そしてまずね、お伝えしておきたいのは、僕は普段バイカーですから、そんじょそこらのですね、車の加速じゃ僕はビビらないですよ。まずじゃあ6速でね、80キロまでスーッと落とします。このね、優しいエンブレの中、少しずつスピードが落ちていって、で、80キロになりましたので、6速でベタ踏み、ドン。はい、今、80から120弱ぐらいまで。やっぱりね、2500回転、2000回転ぐらいだからね、6速だと。もう一回スピードを落として、80キロの6速が、2000回転ですよ。もう一回、ドン。はい、120弱。3000回転ですね。120キロで6速。全然パワーバンドに入ってないっていうか、全然美味しいとこ使ってないって感じですね。じゃあ2つ落としましょう。4速いってみましょう。4速で80キロまで落として、80キロの回転数が3000回転。じゃあここで振ります。せーの、ドン。今120弱で4500回転ぐらいで、かなりシートに背中が押し付けられますね。もう一回行ってみましょう。80キロ4速が3000回転。せーの、ドン。おー、なるほど。110キロぐらいで4000回転ぐらいなんですよ。その辺からぐーっときますね。じゃあ禁断の3。禁断の3で80キロが4000回転。これ多分シフトアップしなきゃいけないんで、4000回転からドン。これはなかなか速いですよ。なかなか速いですけど、まあね、言った通り僕はバイカーなんで、このくらいじゃビビらないかな。このくらいじゃあね。そしたら、さらに禁断の右車線じゃなくて左車線行って、禁断の2速で加速してみましょうか。よし。2速80キロが5800回転。いきますよ。今の120弱までね、2、3って言ったけど、速いね、やっぱり。速いけど、一応ね、バイカーの意地としてはね、めちゃめちゃ速いけど、やっぱり二輪の方が風圧とかいろんなのが来るから加速感っていうのはね、やっぱあると思いますけど、でもやっぱこのね、背中がシートに押し付けられる感、これはやっぱたまんないね、これね。しかもね、エアコンついてますからね。切ったらもっとね、速いわけだよね、きっとね。そしてですね、皆さん気になってると思うんですけども、マニュアルシフトでオートクルーズ、どういう感じなのかっていうのをちょっとやってみますね。まずここでスイッチ入れます。ピッ。して、ここでセット。今、100キロまで上げてみようか。100キロで、ポチッ。これで入りましたね。なるほど、なるほど。これハンドルアシストも効いてんのかね。効いてるか。そうですね。ハンドルアシスト効いてますね、ちゃんと。なるほど。今ちょっとね、センターラインに寄りましたけど、クッとね、戻しましたね。で、前の車が近づいてきて、で、スピードがダウンしました。
車間距離の設定もどっかしらにあると思うんですけど、今80キロですね。前のトラックに追従してます。シフトを変えると多分切れるかな。どうだろう。切れますか。あ、これシフト変えてもセットされたら解除されない。すごい。4速。おお、されないよ。これすごくないですか。これはすごいね。ってことは前の車追従してこれどんどんいけちゃいますね、これね。でブレーキ踏まなければ車線変更しても何してもこの100キロで設定したスピードでずっと走りますね。これすごいな。ああ、本当だ。シフト変えてもその回転数で100キロをキープします。すごくない？すごい。全然アクセル踏んでないです。クラッチ操作とシフト操作のみです。で100キロずっとキープしてます。すごいねこれ。でスピードのアップダウンはここですね。ここでアップダウンできます。1キロずつ変えられますね。ちょっと今前に車が遅い車がいるんで、このままアクセルもブレーキもしないで6速のままでどういう風になるか。通常だったらそのままスピードが落ちていって追従するんですけど、あ、やっぱそうだ。そのままスピード落ちてきましたね。あー、なるほど。これはすごいよ。今6速で上り坂で前の車が85キロぐらいで6速で2000回転なんですけど、何も催促もされずそのまま追従してます。遅いとギア変えてくださいとか出るんですかね。そこまではちょっと分かんないな。3速80キロ。じゃあ、いや、ごめんなさい、5速80キロ。シフトチェンジしたけど追従してます。6速。あー、これは楽だわ。で車線もう何もしなくてもほぼほぼキープですね。ちょっとこっち追ってみようか。けどね、車線のこのキープのなんていうんですかね、このアシスト的には、うちの奥さんが乗ってるホンダセンシングの方が敏感かな。もうちょっとこうキープしてる感じがしますね。ちょっと寄ってってみようか。そうですね。ホンダセンシングの方がもっとこう狭い範囲でキープしてる感じがします。このヤリスに関しては結構こう車線まで行っちゃうね。こうやってると、車線まで行っちゃう。でも優秀だな。ほぼほぼ真ん中走りますね。さっきのは訂正ちゃんと真ん中をキープしますね。ホンダセンシングも素晴らしいけどこれもすごいな。っていうかオートクルーズがすごいね。これね、アダプティブクルーズコントロール。このマニュアルのねアダプティブクルーズコントロールっていうのは僕も初めてだったんですけど、いやこれはねつけてほしいな。いろんな車に新しいスイフトとかもねついてるって言ってましたけど、本当素晴らしいねこれはね。やはりこういう車ってやっぱ音ってすごく大事だと思うんですけど、エンジン音はね割と静かです。そして加速した時にアクセルを離した時のブローオフバルブですよね。ブローオフバルブのプッシュ音がすごくいいです。これ多分ね動画では拾えてないと思うんだけどな。聞こえないよね。
こえる？はい、また通常走行に戻りました。6速で100キロぐらいですね。で、淡々とこうね、長距離を乗っていった場合に、先ほど言ったように最初に気になるのがロードノイズ、それから右のミラーの風切り音、それ以外は、直進安定性もね非常に高いですし、そして何よりねやっぱねシートですね。シートのこのホールド感がやっぱり素晴らしいですね。セミバケットシートっていうんだと思いますけど、意外とね座面柔らかいですよ。柔らかいんだけどもサイドのサポートがグッと効いてて、ものすごいねホールド感があって、これめちゃめちゃいいですね。で、なんかこう形状なのかな、背中がぴったりこうつくのね。で、微妙にヘッドレストにもね頭が当たりますし、これは非常に楽ですね。で、乗る前にも言ったんですけど、僕の身長164センチ、この身長でですね意外とコンパクトに感じますから、10センチぐらい背が高い人、175センチぐらいの方だと、椅子一番下に下げたりとか、ハンドルこう一番奥に下げたりとか、いろんな作用をして、アジャストしないといけないかなっていうのと、さらに10センチぐらい高い方、180代の人、結構窮屈かもしれないですね。っていうのは、上ですね、ヘッドクリアランスはこれあんまないですね。僕の身長で、これはちょっと座面シートリフターで上げてますけど、それでもこのくらいしかないです。15センチぐらいかなしかないですから、一番下に下げてもやっぱり180以上ある人だと、もうちょっとこう動いた時に頭がもう当たっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。その辺の窮屈さっていうのが、長距離とか乗った時にどういう風に影響してくるかっていうところがね、ちょっとコンパクトにクッとしてた方がすごく安心感があるよっていう人もいるだろうし、やっぱちょっとねこうミニバン的な開放感がある方がいいよっていう人もいると思うので、その辺は個々の感覚で違うとは思うんですけれども、ちょっと窮屈に感じる高身長の方はねそう思います。それから一般道では非常に硬く感じた足回りなんですけど、やっぱ高速に乗ってもギャップがねある程度こうコン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 っていう風に拾ってきます。でもこれはこんだけのハイパフォーマンスマシーンの足がね、このコツコツしたギャップをですね全く拾わないでふにゃふにゃしてたら、これはもう無理なわけですよ。なのでそういった意味では当たり前かなと思うし、にしてはですよ、足回り割とこうしなやかにギャップを受け取ってるなっていう感じはします。ただやはりこれだけの足回りなんで、高速道路はあんまそういうところないですけど、ちょっとこう傾いたりとかしてるところだとふっとねかなりこう車体の傾きを感じますね。でこれねバイクでねすごいなと思うのは、最近電サスがあるんですよ。で車種でいうとスズキのね GSX-S1000GX とか、それからトレーサー 9GT とかヤマハのね、その辺電サスだったんですけども、それ乗った時はね、いやほんとびっくりするぐらいこういうギャップも吸収するし、さらに山いた時にこう粘るし怖くないし、あれ逆に危ねえんじゃないかなって思うぐらいだったんだけど、これはねやっぱり心地いい硬さ、心地いい踏ん張り感っていうのを感じれる。すごくね、なんていうんだろうね、こう感じた足の硬さとこう実際の体に来るショックというか、こうなんですかね、こう突き上げ感とかっていうのが一致してるんですよね。このくらい硬いんだろうな、やっぱ硬いよね、そうだよねっていう感じにすごく感じれる足回りですね。今のね橋の継ぎ目とかもちゃんとね細かいギャップっていうのは拾ってきますね。今のちょっとこういうところとかね割とこうボコボコボコって、しますけど、でも心地悪くない。僕は割とふわふわしちゃってる足回りよりこういう方がいいっていうふうに思うし、実はねうち子供が3人いて、一番下の男の子がね結構ね酔うんですよ。でね
うちの妻がですね、ステップワゴンのハイブリッド乗ってるんですね。今の一番新しいやつなんですけど、それって足回りすごくしなやかで柔らかいんですけど、酔うんですよ。だけど、僕のダイハツウェイクは酔わないっていうんですね。だからそういった人にとっては、ちょっとこうコツコツってこう来るぐらいの足前の方が、長距離乗ってても酔わないし、楽って思うかもしんないね。そういった意味ではね、すごく、好感が持てる硬い足回りという感じじゃないかなと思いますね。ということでですね、普段はバイカーでバイクのインプレッションをしているマサチャンネルがですね、お送りしました GR ヤリス高速インプレッションでございます。車のね、インプレをいつもされている方とは違う観点でのね、インプレッションになったと思いますけども、割と欲しい情報、例えばエンジン回転数どうなのかなとか、ロードノイズどうなのかなとかっていう情報をね、お伝えできたんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、この GR ヤリスに関しての動画はですね、3本ございます。まず外見チェック、外内装チェックですね。それから高速道路、それからワインディング道路ですね。この3つの動画になりますので、マイナー前ではありますけども、組成は同じだと思いますので、この3本見ていただきますと、GR ヤリスに関してはほぼほぼこんな感じなんだっていうのがね、わかると思います。さらに僕はですね、普段はダイハツのウェイクを乗ってるバイカーです。そこの一般の、限りなく一般の感覚に近いインプレッションが知りたい場合はですね、僕の動画非常に参考になるのではないかなと思います。概要欄にですね、3本リンクしてあります。まだ見れない場合はですね、公開日前となってますので、公開日を待って見ていただきますと嬉しく思います。そしてこっからが重要です。マサチャンネルはですね、この動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられて、チャンネル登録にご協力をお願いいたします。普段バイクに乗っているので、車の方もね、ツーリング情報とか、それからたまにはね、バイクの走行動画見てもね、車の方も楽しいんじゃないかなと思うのでね、ぜひ見ていただきたいなと思っております。それではマサチャンネル、これにてバイノリ。いやー、車楽でいいな、快適だわ。